おはようございます。日本に帰ります。今日は中国の航空会社じゃないです。英国航空でございます。今回不思議なことに中国経由よりも直行便の方が安かったんです。というわけで羽田経由で一気に宮崎まで24時間の大移動、ターミナル5番3つの BA ラウンジ、羽田での国内線乗り継ぎ、今回買ったお土産も含めてご紹介します。今回のチケットは英国航空のサイトオンラインで購入しました。行きのロンドン羽田は英国航空、帰りの羽田ヘルシンキは日本航空です。エコノミーですがステータスを利用してクラブクラスのカウンターでチェックインします。ロンドンヒースロー空港ターミナル5番、出国のセキュリティはノースとサウス2カ所あります。どちらが混んでるか分かるようになってるんですが、今日はどちらも同じような混みようです。英国航空の本拠地ですからファーストトラックも利用可能です。セキュリティを抜けるとエスカレーターのところにあるのがクラブラウンジノースです。非常に分かりやすいところにあるので、いつも一番混んでるのがこのラウンジです。今日はまだ朝一番のせいか比較的空いてます。ヒースロー空港ターミナル5番は3つのゲートに分かれています。メインターミナルが A、 そしてサテライト B と C があります。メインターミナルにはたくさんのお店、有名ブティックも入ってますが、イギリスは EU を離脱してから免税はありませんので、今前方に見えてきたワールドデューティーフリー、ここで売ってるものだけが免税です。今日からハーフタームという学校の中休み、すでにこの混みを子供連れも非常に多いです。英国航空南ラウンジは一旦エスカレーターで下に降りてビルの反対側、そこからエスカレーターを上がったところにあります。というわけでこちらの方が通常ちょっと空いてます。ラウンジの混み用もこんな感じで分かるようになってます。ここにはファーストラウンジとクラブラウンジサウス、これを見る限り先ほどのクラブラウンジノースに比べるとこちらの方が全然空いてるようです。ヨーロッパ線を利用の際は大抵ここのラウンジを使ってるんですが、今日は日本行き長距離便サテライト B からの出発ということで、この後クラブラウンジ B ゲートへ行っています。クラブラウンジはさすがにシャンペーンなし、プロセコです。こんな感じで南ラウンジは結構ゆったりとしたスペースですからちょっと遠いんですが、北ラウンジよりもこちらのラウンジ利用をお勧めします。羽田行きはサテライト B からの出発です。というわけでチェックインの際に B ゲートのラウンジが空いてていいわよとチェックインのスタッフに勧められました。到着便の旅行者がどっと押し寄せてきてます。サテライト B そして C への移動はシャトル利用となります。ただこの下も歩けるらしいんですね。今度そちら探検してみようと思います。乗ってる時間はほんの1分弱です。サテライト B も C も細長い長方形、ブーツ WH スミス、そしてハロッズまで入ってました。はい、ガラガラでございます。一見コンパクトなラウンジですが、サテライトにあるラウンジの割には結構広いです。こちらはバーエリアですね。ラウンジ B ゲートは去年このウィスパリングエンジェルというワイン会社がスポンサーになっているのかな、こちらが増築されて広くなったそうです。これもスパークリングかと思ったら南フランスプロバンスのロゼワイン、調べたところ結構人気があるそうで、スーパーで買っても1本20ポンド、約4000円するようです。その奥にはキッドゾーン、ちっちゃなお子さんと一緒の人は嬉しいですね。こちらにはコーヒーカウンターがあって、電源 USB ポートのついたワークステーションです。シャワールームのレセプションとその待合室みたいな感じですか。誰もいません。
今ならいつでもシャワー浴びれそうです。イングリッシュブレックファストなんか普段食べることありませんが、ラウンジに来ると食べたくなりますね。特にベイクトビーンズ。デリカウンターも去年新しく増築したそうです。ベーグル、パンケーキ、クロワッサン、各種サンドイッチもオーダー制で作ってもらいます。ベイクトビーンズなんか家で缶詰買ってきて食べりゃいいことなんですけど、普段朝食は食べないので、朝ラウンジ利用の際の楽しみの一つです。ブティックホテルのラウンジ風、非常におしゃれなデザインです。このボッテガというプロセコ、ボトルはやけにゴージャスなんですが、調べたら日本で1000円もしませんでした。ウィスパリングエンジェルの味見しとけばよかったです。英国航空007便は朝の9時半出発、真っ昼間の航行。機内ではまず寝れませんから2杯目いっちゃいます。ロンドンコーヒーブームの火付け役、ユニオンコーヒーをいただいてゲートへ向かいます。日本人の乗客はほとんどいなさそうな感じです。ほぼ満席です。日本人の乗客はほとんどいません。登場と同時に早速映画鑑賞。1本目はジェイソン・ステイサムのザ・ビーキーパー。食前酒はジントニックをいただきました。さすが BA、 飲み物のチョイスは豊富です。そして隣の女性はいきなりダブルの極杯いってます。ウィーン上空を通過する頃、最初の機内食が出ました。私が選んだのはチキン照り焼き。嬉しいことに食後にはチョコレートブラウニーとチーズまでついてます。通常甘ったるいのが多いんですが、ちゃんと甘さが抑えてあってまずまずのお味でした。いかにも今風の体に良さそうなサラダです。飛行中はほぼずっとこんな感じです。それでは今回買ったお土産をご紹介しましょう。今回は基本実家に帰るだけですので、兄弟へのお土産です。食べ物中心、大人向きと子供向き。この5年ほとんど変わり映えしないです。チーズは保冷バッグに入れて持って帰ります。前回人気があったゴートチーズ、これはウェイトローズで2ポンド50。そしてイギリスの定番チェダーチーズ。日本ではオンラインで4000円近くで売ってるエポワス、スーパーで1500円です。そしてこのところみんなに大人気のピーターズヤードのチーズクラッカー。私が一番好きなのはフィグとスペルト。これとエポワスがセットで4人もいる兄弟の家族用です。実家でチーズを食べるとき用のプリミティボ、1本約1000円。そしてチャットディは今回ルバーブアップルジンジャーを試しています。このところ子供たちにはフロランタン買ってってたんですが全然ウケないので、今回はデイリーミルクのマーブラスクリエーション、グミとスマーティーが中に入ってます。そして今回超こけるかもしれないターキッシュジェライト、これ買って帰るの初めてです。納豆マーマイト系ですね。好きな人は好き、嫌いな人は嫌い。全然眠気がきません。ワインでももらってきます。今までの経験から英国航空に乗っててワインを頼むと結構2本くれる確率が非常に高いです。酒飲みには嬉しいです。黒海、カスピ海、カザキスタン、そして中国へと抜けます。私の好きな2人の俳優が主演しているとはいえ、さすがに1人で映画館に見に行けなかったバービー。出だしは良かったんですが、20分でやめました。一旦日が暮れそうになるんですが、日本に近づくともう夜明けです。羽田まであと1時間39分というところで2度目の機内食です。朝食にはイングリッシュブレックファストじゃなくって何のことだか分かんないものを頼んでいました。フリッタータ、マッシュルームとほうれん草のオムレツみたいなもんです。
ベクトビンズが良かったかな。家を出て約18時間、羽田空港到着です。自動ゲートはあっという間、使えない人は待ち時間約20分ぐらいでした。今回は紙に記入せずに税関電子申告をしていました。それはそれで結構手間ですが、どうせ荷物が出てくるまで待ち時間がありますので、こんな感じです。 Take off your mask, etc. to take your photo. 顔画像の撮影のためマスクなどを外してください。旅券のカバーを取り外してください。旅券の顔写真ページと QR コードをかざしてください。いちいちこんなことするよりも QR コードだけでいい気がするんですが、とはいえ、あとは電子申告エリアにあるゲートで顔認証を受けるだけです。 Welcome to 東京ですが、すぐにバイバイして宮崎へ飛びます。国内線乗り継ぎ、まだまだ大移動は続きます。乗り継ぎのない方は正面、列車タクシー乗り場、国内線乗り継ぎは右です。こちらが国内線乗り継ぎチェックインカウンター。私は搭乗券はすでに持っているので、ここでバッグだけドロップしました。突き当たりには日本ならではの便利な宅配カウンター、そこを右に入ると国内線乗り継ぎ用のセキュリティチェックがあり、地下に降りて専用シャトルバスを待つことになります。国内線第1ターミナル行きの時刻表、そしてこちらは第2ターミナル行きの時刻表。専用シャトルバスが1時間に 4,5 本の割合で出てます。日本に到着するといつも甘いミルクティーでちょっと一息です。誰もいません。私だけ一人ターミナル間、滑走路を挟んで結構距離ありますから10分はかかると思ってください。いや、お客さんゼロです。結局誰も来ませんでした。こっち、慣れたターミナルのはずなんですが、いきなり入ってくるとどの辺りにいるのかさっぱり分かりません。いつもはミルクティーに合わせてコンビニでミックスサンドを買うんですが、さっきのミルクティーは自販機で買ってミックスサンドは買えなかったので、ちょっとなんか食べたいのでここで購入しラウンジでいただきたいと思います。みんな美味しそうなんですけどね、食べ過ぎ注意です。2日連続でまた朝からアルコール、飲み過ぎも注意しないとですね。全国のラウンジで見かけるこの機械、ビール用のグラスが冷やしてあったり、これも日本独特ですね。多分外人さん驚きます。ロンドンの自宅を出て約22時間、宮崎ブーゲンビリア空港にやっと到着しました。ここからまだ実家のある日向市までは特急列車で1時間。ただし JR の駅は空港に直結してますから非常に便利です。鈍行だと1時間20分、特急で1時間、どちらも始発で
席は間違いなく座れるので、おまけにたったの20分しか変わらないので鈍行でもいいんですが、どの便で到着してもうまい具合にちょうど鈍行をミスって特急列車に乗らなければいけないという時刻表になってます。日向市への到着予定時刻は13時20分。ロンドンの自宅を出てからほぼ24時間の大移動も間もなく終了です。大移動と呼ぶにはちょっと大げさすぎですね。時間がちょっと長いとはいえ、飲んで食っての楽々大移動でした。